はい、今回はですね、以前ご紹介した自動マスタリングサービスのランダー、こちらの機能が様々な面で強化されたということで、そのポイントについて解説していきたいと思います。はい、では早速ポイントの一つ目なんですけれども、まず自動マスタリングのエンジン自体が刷新されまして、これまでよりも精度、それからクオリティが高くなってきたというところが挙げられます。こちらがですね、ランダー社から発表されている新エンジンリディアンの特徴なんですけれども、まずですね、オリジナルのミックスを維持する精密な処理ということで、ランダーはもともと入力された楽曲のジャンルですとか雰囲気を自動的に判断をして、最適なマスタリングを施すというコンセプトのものなんですけれども、そのあたりの精度がさらに高まってきたということですね。はい、それからサウンドについては、存在感、パンチ、明瞭度ですとか、あるいは深み、広がり、ディテールを損なわないといった歌い文句出てますけれども、このあたりはですね、実際音を聞いていただいた方が分かりやすいと思いますので、後ほどサンプルをお聞きいただきたいと思います。次はですね、これジャンル面の強化ですね。これまでは比較的音圧高めのジャンルが得意だったみたいなんですけれども、新しいエンジンではソフトなアコースティックサウンド、静かめで楽器構成が少なめの曲なんかにもきめ細かに対応してきたというところですね。で、最後のダイナミクス維持なんですけれども、これもマキシマイズをする際にはですね、常に課題になるものでして、なかなか自分で処理していくの難しいところですけれども、この点もランダーのエンジンが自動的に解析をして、適切な処理をしてくれると。そのプロセスがさらに改善されたということですね。はい、それではですね、新エンジンのサウンドを実感していただくということで、オリジナルとの比較はもちろんなんですけれども、旧ランダーのエンジンのサウンドともですね、比較をするという試みもやってみたいと思います。その前にですね、ランダーのマスタリングのステップですね、こちら非常に簡単なんで、おさらいも含めてですね、少し見ていただきたいと思います。こちらがランダーにログインした画面ですね。で、新しくなってプロジェクトという概念もできまして、非常に楽曲の整理もしやすくなったんですけれども、このプロジェクトの中にですね、トラックダウンした曲をドラッグアンドドロップするだけですね。そうすると読み込みが開始しまして、しばらく待つということになります。で、一般的な長さの曲でしたら、2、3分程度でプロセスが終わりまして、プレビュー可能の状態になります。で、ここをクリックしていきましょう。するとこのようにプレビューが始まりまして、上のスイッチでオリジナルとマスタリング。そして下のミッド、ロー、ハイで音圧レベルを選択することができます。はい。で、音圧レベルを選択しましたら保存としますと、プロジェクト内に保存されまして、あとはそれをダウンロードするだけという流れです。で、こうしてマスタリングが終わってダウンロードしたものを改めて比較していきたいんですけれども、今回は音質面に注目していきたいと思いますので、あえてロー、音圧低めで書き出したものを使っていきたいと思います。はい。ではまず、ランダーを通す前のオリジナルの音源から聞いてみましょう。はい。では次にですね、一番下のトラックの以前のランダーのエンジンを通した音源を聞いてみましょう。はい。こちらはですね、前の動画でもご紹介しましたけれども、やはりキックの定域ですとか、それからボーカルにフォーカスして分離感を出していくといったところが特徴でしたね。では最後に、新しいランダーのエンジンを通したサウンドを聞いてみましょう。はい、新しいエンジンはですね、前のエンジンのように、美味しいところ、欲しいところにはきちんとフォーカスして分離をしてくれてるんですけれども、前のものに比べて、よりオリジナルの方向性を大事にしてマスタリングをされているなという印象ですね。もちろんですね、パンチ、明瞭度、それから広がりといった点では適度に誇張されているんですけれども、それもポイントをきちんと抑えられていて、
一言で言うと、今っぽい音になるなというふうに個人的には思いました。ぜひ皆さんもご自身の曲で試してみていただければと思います。はい、続いてですね、他にも追加された機能がありますので、そちらをご紹介していきたいと思います。まずはですね、こちらのランダーに登録した楽曲を他のユーザーと共有できるという機能です。やり方はとても簡単で、この登録されている曲にカーソルを当てますと、シェアボタン出てきますから、こちらをクリックします。はい、そうするとですね、このようにいくつか入力項目出てきまして、まずオリジナルの音源なのか、マスタリングした音源なのかというところと、宛先のメールアドレスですね。それから共有の期限、長さ。これが過ぎますと自動的にこのシェアが解除されるというものですね。メールアドレスを入力しまして、シェアするというボタンを押すと、そのアドレス宛てに案内のメールが届きます。で、そのメールのリンクから飛びますと、その方がすでにランダーのアカウントを持っている場合は、直接この画面が出てくるんですけれども、もしまだアカウントを持ってない場合は、無料ユーザーでもいいのでアカウントを作ってご覧いただくという形になりますね。完全にプライベート、送った方と送られた方の間でだけ共有されるというものになります。で、この画面上でメッセージのやり取りですとか、いいねをつけたりといったこともできるということですね。で、期限内は、このアカウントの画面のですね、自分と共有済みというところに残っているので、いつでもアクセスすることができるということになっています。そしてもう一つ大きな機能、サービスの追加がありまして、それがこのリリースです。ランダーにアップロードしている楽曲を iTunes などの世界的に普及しているサービスに、ここから直接リリースできるという機能ですね。しかもですね、このリリース機能は、ランダーの有料マスタリングプランに入っている方でしたら、無制限で何曲でもリリースできると。かつ、その収益は配信会社から支払われるものを100%受け取ることができるという点がですね、非常に画期的なサービス内容になってます。で、実はですね、このリリースだけのプランっていうのも用意されてまして、このようにですね、月あたり100円で10曲、200円で30曲、400円で無制限といった形でですね、マスタリングはいらないけれどもリリースだけしたいって方にも対応している点も付け加えておきたいと思います。配信の手順も非常に簡単でして、ログインした画面で、通常このライブラリの方を見てるんですけれども、リリースに切り替えて、新しいリリース、あるいは今すぐにリリース開始、こちらをクリックしていくと、このようにリリース画面映ります。で、曲を追加していきまして、例えば先ほどのプロジェクトの曲を入れていくと。で、リリースに追加をし、あとは必要項目を埋めていくということですね。同時に何曲も配信していきたい場合は、さらに曲追加ということもできます。で、各種項目埋めていきますと、このようにリリースする配信サービスを選択できる画面に行きますけれども、Apple Music、iTunes はじめ、Spotify、Google Play Music などですね、非常にメジャーな配信サービス、すべてにですね、一括して配信、リリースをすることができるという点も嬉しいですね。さらにですね、配信後はこのような画面で統計情報を見れるというサービスもついていまして、リスナーの分布ですとか、ストリームダウンロードの比率ですとか、そういったものも見れるわけですね。このようにですね、有料のディストリビューターに負けないくらいの機能を持ってますので、すでにマスタリングプラン入っている方なんかはですね、無料で利用できるということで、かなり嬉しい機能追加なんじゃないかなというふうに思います。というわけでですね、新しくなったランダーのポイントについてお話をしてきましたけれども、最後にもしまだですね、ランダーのアカウントを作ってない、無料プランにも加入してないという方がいらっしゃったら、ぜひスリープリークスのサイトのバナーから登録をしていただきたいと思います。というのはですね、こちらから入りますと特典がついてきます。ここに書いてあるように、通常無料プランだとついてこない WAV の書き出しが2回分ついてくると。あと入っていただくとわかるんですけれども、このようにですね、トラック配信も無料で2回できるという特典が追加されています。ぜひこちらから入っていただいて、本格的な WAV の書き出し、それからトラック配信、リリース機能というものをお試しいただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。